皆様こんにちは、セリナです。今回は10月31日全国発売、10月17日よりシャネル公式オンラインブティックと直営店舗先行発売のシャネルホリデーコレクション2025よりデキャトロンブル397ニュイアストラル、レ・シーニュ・ドゥ・シャネル997ローズ・ルミエール998ペッシュ・ルミエールをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。大注目のシャネルのホリデーコレクションが先行発売中ということで、アイシャドウはパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックをご紹介して、チーク&ハイライトパレットはそれぞれのパーソナルカラーレビューをした後、ハンガー筒に塗り比べてカラーや質感の違いをご紹介していきます。少しでも参考になれば嬉しいです。他にもホリデーコレクション2025のレビューはもちろん、人気アイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。シャネルホリデーコレクション2025、魔法のような星空の世界へ。インスピレーションを与えたのは夜空の美しさ。コスミックグレー、メタリックオレンジ、ミッドナイトブルー、レッドクローム、天空を思わせる色の限定アイテムで様々なルックを楽しめるホリデーメイクアップコレクション2025。ご紹介するのはデキャトロンブルニュイアストラル、限定色397ニュイアストラル。きらめくシルバーダークパープルとブルーハイライター、マットなブルーグレー、サテンのラベンダー、宇宙や夜空を思わせる4つのシェードが揃うアイシャドウパレットです。パウダー表面にメゾンを象徴する5つのシンボル、ライオン、カメリア、コメット、小麦、パールをかたどった特別限定品。続いて、レ・シーニュ・ドゥ・シャネル997ローズ・ルミエール998ペッシュ・ルミエール。シャネルの5つのシンボルが浮かぶ宇宙の色からインスパイアされたアイテムです。サテンの仕上がりの2つのシェードが織りなすハーモニー。宇宙をイメージしたホリデーのメイクアップルックにぴったりなパウダーハイライトとチークカラーのデュオ。997ローズ・ルミエールは青みがかったソフトピンクのチークカラーとパールが輝くピンクホワイトのハイライター。998ペッシュルミエールはラスティオレンジのチークカラーとパールが輝くゴールデンホワイトのハイライター。それでは限定のチーク&ハイライターパレットレ・シーニュ・ドゥ・シャネルからご紹介していきます。レ・シーニュ・ドゥ・シャネルパーソナルカラーにおけると997ローズ・ルミエールはウルベ夏におすすめ。青みニュアンスの明るく淡いピンクのチークカラーとピンク、ホワイト、ゴールドのラメがきらめくハイライターのデュオ。青み、淡さ、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけるとライトサマー、ブライトサマーにおすすめ。998ペッシュルミエールはイエベ秋におすすめ。黄みの強い淡いベージュのチークにゴールドとグリーンのラメが光るハイライトのデュオ。黄み、深みが得意な方、イエベ秋全般に使いやすいです。では、それぞれを片方ずつに塗って実際のカラーや質感の違いを比較していきます。まずはこちら側に997のローズ・ルミエールを塗ってみます。上下が淡いニュアンスのチークカラー、中央がハイライトになっているタイプです。付属のブラシを使って2色を混ぜて頬全体にのせていきます。手元で見た時はかなり発色が淡いなと感じましたが、少し小さめの付属のブラシを使って塗るとこんな感じで結構しっかりピンクカラーがついてくれます。ラメも同時に乗ってくれてとても綺麗です。はい、まずはこちら側半分に997のローズ・ルミエールを塗ってみました。手元で見た時はチークカラーもかなり発色が淡く、ハイライトもとても肌なじみのいいタイプだなと思いましたが、こちらの付属のブラシのような小さめでコシがあって少し硬めのブラシを使って塗ると
淡いながらも頬の上で発色を楽しめました。近くで見るとこんな感じです。頬の広範囲にふんわりとのせてみましたが、カラーが主張しすぎることなく肌なじみがいいので、チークのカラー調整が苦手な方にも使いやすいと思います。ピンクやホワイト、ゴールドが光るハイライトも同時にセットされているので、内側から輝くような生き生きとしたツヤ肌に仕上がってとても綺麗です。ラメの量はたっぷりですが、ラメ自体の大きさが微細なので、頬全体に塗ってもそこまで毛穴が悪目立ちしないところがさすがシャネルだなと思います。チークもハイライトも青みカラーがメインになっていますが、程よくゴールドのラメが入っている効果で可愛らしくなりすぎず、上品さや大人っぽさも演出してくれるところがとても綺麗です。手元で見るよりも実際に肌の上に乗せた方が可愛さを感じられるアイテムだなと思います。では反対側に998のペッシュルミエルを塗ってみます。こちらも同じ形状のブラシがセットになっているので、付属のブラシを使っていきます。ペッシュルミエルもかなり淡いなと思っていましたが、やはり付属のブラシを使うことでこんな感じで大人っぽいヌーディーカラーとゴールドの華やかなハイライトが乗ってとても綺麗です。はい、こちら側には998のペッシュルミエルを塗ってみました。見た目だと結構深みのあるベージュチークに感じますが、手元で見た時にかなりナチュラルだったので、発色はどんな感じかなと気になっていました。やはり付属のブラシを使って塗ると肌なじみがいいながらも程よい深みを与えてくれる大人っぽいベージュカラーが乗った上に、たっぷりのゴールドラメで大人っぽい華やかさを演出してくれます。近くで見るとこんな感じです。チークはパールやラメを感じない軽やかなマット質感で、その上にたっぷりの微細なゴールドラメが輝く感じなので、至近距離でもしっかりツヤを楽しめますが、毛穴にチークカラーが溜まってしまう感じがなくてすごく使いやすいなと思います。どちらのカラーも付属のブラシを使うことで柔らかいニュアンスを保ちつつ、頬の上でもしっかりカラーを楽しむことができました。肌に透明感と明るさをプラスしたい方、青みカラーで可愛らしいイメージに仕上がるけれど子供っぽい印象にはしすぎたくないという方は997のローズルミエルがおすすめ。肌の色が沈みすぎない馴染みのいいベージュカラーで自然に血色感を与えながら大人っぽいヌーディーさが欲しい方、たっぷりのゴールドパールで華やかな立体感をプラスしたい方は998のペッシュルミエルがおすすめです。自然なのに立体的な肌に仕上がるところがさすがシャネルのベースアイテムだなと感じます。では、ホリデー限定のアイシャドウパレットをご紹介していきます。レケトロンブル397ネイアストラル。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ冬におすすめ。ダークで青みの強いパープルに、ブルーやシルバーの大粒ラメがきらめきます。青み、深みが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ディープウィンター、クールウィンターにおすすめ。右上はブルベ夏におすすめ。明るく淡いほんのりくすんだブルーに、ブルー、ピンク、ゴールドのラメがきらめきます。青み、明るさ、くすみが得意な方、ブルベ夏全般に使いやすいです。左下はブルベ夏におすすめ。淡いブルーグレーンにシルバーの微細ラメが散りばめられています。青み、くすみ、淡さが得意な方、ブルベ夏のベーシックカラーにおすすめ。右下はブルベ夏におすすめ。ほんのりくすんだ淡いパープルにシルバーとパープルの大粒ラメがたっぷりきらめきます。青み、明るさ、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトサマー、ミューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。まずはパレット1色ずつをパウダーの上に単色塗りしてみて、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まず左上のカラーです。深みのあるパープルのベースに大粒のラメがたっぷり乗る華やかなカラーです。カラー自体は暗めですが、粉質が軽やかで絶妙な透け感があるのと、ラメが全体に乗るので意外と重くならないところが使いやすいです。1色目、単色塗りだとこんな感じです。グレーに近いようなダークなパープルカラーですが、軽やかな粉質なのと、重ねれば重ねるほど大粒のラメもきらめいてくれるので、深みを出しつつ重くなりすぎない上品さを保ってくれるところがさすがシャネルです。まぶたの上にのせるとブルーのラメが際立って角度によって青みのニュアンスが出るところがとても綺麗です。締め色としてはもちろんクールな印象に仕上げたいときはこのカラーを全体に塗っても可愛いんじゃないかなと思います。
続いて右上のカラーです。こちらはパレットで見るよりも明るくて透け感があるので、透明感をプラスしたい時にも使いやすそうです。ラメがたっぷりですが、粉質は軽やかなので、ラメのざらつきも気にならないです。2色目、短縮塗りだとこんな感じです。パレットで見るとこちらのカラーなので、もう少し鮮やかで強いブルーなのかなと思いますが、まぶたの上に乗せるとこんな感じで、絶妙な透け感があり、こちらにも大粒ラメがたっぷり乗っている効果で、大人っぽい透明感カラーに発色します。ブルーやピンクなどの寒色系ラメがメインですが、角度によってゴールドのラメも散りばめられているので、青みが強くなりすぎなくて馴染みやすいブルーに仕上げてくれます。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらは今回のパレットの中で一番発色が淡く柔らかいです。軽やかなマット質感のベースに微細なラメが散りばめられている感じですね。3色目、短縮塗りだとこんな感じです。カラー自体は落ち着いたブルーグレーですが、指でなんとかしっかり塗り重ねてもこのくらい淡くて、青みが得意な方のベーシックアイシャドウとして使いやすいと思います。強すぎないけれど自然に目元に深みを与えてくれるところがとても上品です。最後、右下のカラーです。こちらも明るくてラメがたっぷりなカラーですね。4色目、短縮塗りだとこんな感じです。こちらも明るく淡いカラーですが、絶妙なくすみ感があるので、とても落ち着いていて上品な仕上がりです。青みの強いパープルカラーなので、大人っぽい幻想的な印象を楽しめます。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では、397ニューイアストラルパレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずは肌なじみのいいマットなブルーグレーでベースを作っておきます。続いて左上のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。ベースにマット質感を仕込んでいる効果で、このカラーのラメがより際立って、絶妙に深みを出しながらもラメの華やかさも楽しめます。続いて右下のカラーを付属のチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。比較的明るめのパープルなのとラメもたっぷりなので、下まぶたにのせると絶妙に明るさを出してくれて可愛いです。最後に右上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。大人っぽい透明感カラーで立体感を出していきます。はい、397のニューイアストラルパレット全色を使ったメイクが完成しました。全体的に深めの寒色系なので少し難しそうなパレットに感じますが、まぶたの上にのせると絶妙な透け感があったり、大粒のラメが効いていたりして、透明感の中に程よいくすみで大人っぽさも両立してくれるような大人の透明感メイクといった感じに仕上がってものすごく可愛いです。華やかなのに派手になりすぎないところがさすがシャネルだなと感じました。ブルーや明るいパープル、ブラックに近い落ち着いたパープルなど様々な寒色カラーを楽しみたいという方におすすめなパレットです。着てみるとこんな感じです。はい、ではこんな感じで先行発売中のシャネルのホリデーコレクションをご紹介していきました。今回のコレクションは星空をイメージしているというだけあって、どのアイテムにも大粒のラメが入っているところがとても綺麗でした。しっかりラメの華やかさを楽しめるのに上品さも保ってくれるところがさすがシャネルだなと感じます。全国発売は10月31日からとなりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。